今回はゆるか肩歩きで改善した方の生の声インタビューです。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。私が何をもって足の専門家というふうに言ってるかとか、私のやってきたことなんかを興味ある方は下の概要欄に翻訳付きで出てますので、よければご覧になってください。今回の動画はゆるか肩歩きで外反母趾が改善したっていう方の生の声のインタビューなんですけど、私はゆるか肩歩きの指導できる資格を認定してるんですけど、その認定された先生のところに通って改善した方っていうのがおられるんですよね。その方がすごく感激してくれて、これ世の中の人が早く気づいたらいいのにということで、ぜひ私の声使ってくださいということで今回インタビューになってるんですよね。私たちがこの手のインタビューでそんなに上げてないのはちょっと僭越なんですけど、日常的に改善するんですよ。だからいちいち撮ってるともうキリがないのであんまり撮ってないというところがあるんですが、この方の場合はぜひに使っていただいたら、世の中のために広めていただいたらということでおっしゃっていただいたんで撮りました。で、内容は10分ぐらいなんですけど、正直そのインタビュー慣れされてるわけじゃないのでつらつらとお話してるんですが、あえてカットしないようにしてます。もしだから皆さんが見ててちょっと長いなとか思っていただいたらポンポン早送りしてもらってもいいんですけど、こういうのはあえて編集はあまりしない方が伝わるものがあるかなと思ってね、編集はしてないので、そんな感じで最後までご覧ください。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。できれば世の中に正しい健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、この動画が世の中に広まっていくかどうかは仕組み的に皆さんがこの動画を見て高評価をしてくださったりとか、チャンネル登録をしてくださったりとか、コメントを書いてくださるとその動画は広がりやすいみたいなんですね。ですからいいなと思っていただいた方は高評価やコメントやチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、本当に辛かったんですよ、そのくらい。最初来た時もあれですもんね。インターネットの予約なしでいきなりそう、いきなり来ちゃったんですよ。だから私そういうこともわからないし、もう手術を覚悟してましたので、だから痛くても、もう辛さの方が辛かったので、靴はもう全然右は入りませんでした、最後の方は、こちらに伺うまでは、それで靴ももう本当に辛かった。それで本当はもう手術をしようって諦めてたんですね。で、新聞のよくチラシっていうか下にいろんなものが広告っていうか書いてあるのを見て、いろんなグッズが売ってたんですよ、その外反母趾の。で、これを買ってみれば大丈夫かなとか、いろんなことを自分でも試してみました、だけどやっぱり痛さ、もうその時はもう先生のところに伺う前の日に履いた靴が合わなかったみたいで、本当に辛くなって、もうこんなに辛いんだったらもう手術しようと思って、それでこちらに伺ったんですよ。ネットで見つけて、夫が。で、そこで来てみて、手術しなくても大丈夫ですよとおっしゃってくださった時に、あの時の自分が覚悟してきた気持ち、で本当に痛いっていうのはもう聞いてたんです。その手術が、外反母趾の手術はものすごく痛いよって聞いてたんですけど、そんな怖さよりものすごい怖がりなのに、そんな怖さよりも痛さの方が辛くすぎちゃって、それでこちらに伺った時に大丈夫ですよ、手術しなくても歩き方をちゃんとマスターしてくだされば痛くへっこんで大丈夫ですよとおっしゃってくださった時に、本当に笑うもすがる気持ちでこちらに伺いまして、毎日自分が夜は必ず歩くので、歩くだけで改善されるんだったらって正直すっごく思いました、それで先生に教えていただいた一つ一つがやっぱりその日はねマスターできないんですね、ここへ伺った日にはマスターできないんですが、自分なりに夜歩きますので、そうだ今日は先生にこう言われたなってポイントが 2,3 歩歩くと思い出せるんです、先生に言われた言葉が。で、今週はこういう歩き方を習ったんだからこれでやっていけばいいんだと思って、次来るまでの間はその思い出したことが一歩目は出れないんですね、何歩か歩かないと、そうだ先生は今日はこ
こういうふうに歩くんですよって言われたんだっていうのは5本目ぐらいになると思い出されてくるんですよ、体から。でそれで私は2周歩き、次の階まではそれでやる。でそれが終わるとまた次のところで今日はっていうのもやっぱり同じことの繰り返しなんですが、5歩ぐらいは思い出せないんですが、一体何やったんだっけ今日はとか思いながら、あ、そうだ今日はここがポイントだったんだっていうんで繰り返しました。そしたらすっごく足の出っ張りが自分の目で見て外側から見てすっごいへこんでいくのが感じました。で靴が今まで痛くて履けなかった靴もそうですね、何回目ぐらいでしたかね、履けるようになりました。でそれでやれば本当に入ってくんだなっての感じたし、自分の目でも入ってくのが分かるんですね。すごい突っ張りでしたので私のは。ですのでその靴がみんな履けるようになって、で先生に今お伺いしてね、まだこんなに出てるんだっていうのが気づきませんでした。だからもっと私はへっこんでると思ってたんです、この左と同じぐらいに。だけどあんなにあっても痛くなく靴が履けるんだな。痛みが取れたら衝撃が強くて、だからものすごくへっこんだ気になってたんですが、まだそんなにあったんだっていうことを今気づきまして、やっぱり毎日毎日肝心なかかと歩きですか、それを私自身がいつも頭に置いて歩けば本当にへっこんでくるんだなってことを本当に実感しました。それであんな痛い思いをしなくて済んで、ここまで先生についてきて最初は続けられるかどうか自信がなかったんですね。私あんまりスポーツがあんまりじゃない、すっごい苦手なんですよ。運動神経が悪くて、自転車も乗ったことないです。で本当に自信がなくて続けられるかなっていうのが正直な自分の気持ちでした。それが本当に歩けるようになって、おはようございます。ちょっとお待ちいただいていいですか？はい。もう本当に感謝してます。よかったです。歩けるようになったってだけで、痛い思いもしないでいい。で今持っている靴も普通に履ける。で今土曜とか日曜になると出かけたりするんですが、それも全く痛かった靴が全く関係なく履けてますので、本当に感謝してます。よかったです。よかったですね。これが例えば1年に何回かお伺いするようになるかもしれませんが、頭がいいのに忘れちゃって、でそれでもこちらに伺って少しずつ直していただきながら、本当に一生自分の足で靴履いて歩きたいなって本当に思います。だから家でも先生に言われたことは気をつけて、つっかけを履いたりすることはまずなくなりましたので、必ず長い時間歩くときはズックで歩きやすいズックで、歩きやすいような靴でって感じで、も全く出かけても痛みがない、今はないです。だけど今日聞いてみて、あんなにまだ残ってるんだったら、山も好きですので、登った時に痛みが残ってるのかなと思いながら、これが終わったらまた山歩きに出ようかななんて思ってるんです。どの程度靴が修復できてるか、自分の足が、すごい楽しみにしてます。で毎日は全く支障なく1時間近く歩けます。でもともとぎっくり腰のね癖がぎっくり腰もあって1年に必ず最低で1年に1回、でそれももう本当にもう歩けないんです私は。なんていうんですか、張って歩く人のように、もうお手洗いに行くのだけがやっとで、張って歩くような状態が去年の12月の一番最後の日でした、にそれを患って1月の何日かまでやっぱり大変でしたので、今年は起きませんでした。今は先生に言われてね、そうだ今年そういえば1回も行ってないや、去年1回も行ってないやと思って、で行かないです今
ました。うんうん、1年に1回は行ってたんですよ。うんうんうん、すっごい苦しい、もうなんていうんですか、歩けなくて。そうそうそうね、正しい姿勢とか歩き方を身につけてるからね、外反母趾、外反母趾、ぎっくり腰もやっぱりなりにくいんだってね。夜は必ず残るのは、頭に残るのはかかと歩きがすごく頭の中に残ってますので、そのかかと歩きで歩けばっていうのがあったので、それで今年はそれが違ったのかなって本当に思いました。本当にありがとうございました。もう私から神様みたい。とんでもないです。いや本当にあんな痛い思いしなくていいし、自分なりにはすごくへっこんだ気がしますし、もちろん減ってますからね、ちゃんと自分の靴で歩けるし、で夜歩くことはもう全く苦じゃないので、ずっと歩いてましたので、先生に言われたことを5本目ぐらいに思い出しますので、今日言われたことでそれを守りながらそんな状態でしたけど、本当にここまで来れたことに自分でこう褒め上げたい。こうね、本当にこう今まで何かをやりきるってことがなかったのが、ここ初めてやりきりましたからね。やりきれたので、あんなに嫌いな私が運動の苦手な鈍い人が続けるのも苦手っていうのが本当にそれがね乗り切れたのが本当にそれだけ苦しかったんだろうなと思います。頑張れたってことが。でもね、先生には怒られながら覚えたような気がしますけどでもそれがなかったら頑張れなかったかもしれない。一緒に泣いてくださる人では頑張れなかったと思います。だからそうですね、自分には合ってたんだなと思います。もう本当川口さん頑張りたいっていうのはもう伝わってきたので、ちょっと厳しいですけど、そうですよ、だって先生一生歩きたいですもん、先生おっしゃるように大丈夫ですよって、で自分にそういうね先生の言葉をずっと残して暗示にかけてね、やっぱり一生歩けるんだ、こうやって歩けばっていう感じで、これからもずっと毎日続けていきたいと思います。ね、今日最終回ですけど、最初ありがとうございました。本当にありがとうございました。靴が履けるのが何より嬉しいです。嬉しいですね。よかったですね。本当に僕も嬉しいですから。ありがとうございました。すいませんでした。本当にわがままばっかり。とんでもないです。すいません。一番嫌な患者ね。いや、そんなことないですよ。最初はびっくりしましたけどね、いきなりこう来た。電話も予約もなしに。しないでね。でもそれぐらい苦しかったんですよ。そうですね。はい。僕もなんか印象に残る患者さんですね。本当にでもね、みんなにおすすめしたい。苦しい人いたらね、本当にこんな簡単にしてもらえちゃいますね。大事もなく、痛い思いもしないで、ただ歩き方をマスターすれば、一回一回やることが違ってくるんですけど、それをやり方を変えていくだけでどんどん自分のやっぱ姿勢も変わってきますし、だから本当にありがたいなと思います。いや、もうよかったです。本当によかった。私が一番よかったね、先生。本当にすいませんでした。わがままな患者で。お疲れ様でした。じゃあこれからもね、一緒にもちろんお手伝いできることはいくらでもやっていきますので、頑張っていきましょう。成果を見てもらいながら、そうです。頑張ります。楽しみにしてます。今度も。そうですね。はい。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。いかがでしょうか。やっぱり外反母趾って未だに治らないもんやとかね、手術がどうしてもいるもんやとか、この方も言ってましたけどね、そういうふうに思い込んでしまってすごい絶望的な気分になっている方がすごい多いんですよね。世の中に早く正しい情報が広まってガンガン改善してるというのに皆さんが気づけばいいなというのが思ってます。私たちの動画もこの頃そういう人が増えてきたので、動画のコメント欄のとこ見ていただいたら、どこそこに行ってすごく変わりましたとか、動画でこんなに変わりましたというやつがものすごい上がってるのでね、よかったらそういうのも参考にしてどんどん挑戦してみていただいたらいいんじゃないかなと思います。